X チャンネル TV。 情報商材って名前聞くともう確か怪しいってなるんですけど、お金払って学びたいっていう人は全然一定数いらっしゃるだろうなと。ただ僕がどっちかで気になってるのが御社のコアバリュー提供価値が外部のコンサルとかパートナーさんにすごい依存していて、でそれがスケールするとそれも増えていくみたいな形が一番ビジネス構造上もそうですし、御社が提供するコアバリューの品質管理もどこまでできてんだろうっていうのを若干疑問視していて、でもそこに関してもう圧倒的に僕もサポートだと思っています。うちに入ってくる方の4割くらいってやっぱり他のスクールでやっぱうまくいかなかっただったりとか、実際に騙されたっていうような方がやっぱ入られてるようなことがすごい多いって感じです。無期限のサポートっていうところ、先ほどすごい突っ込まれたりとかはしたんですけど、そこはやっぱ一番うちの売りで、うまくいくまでサポートしますよっていうような姿勢は絶対崩したくないっていうような形でございます。ズームも何回も組みますし、添削とかもやりますしっていうような形で。その場合追加で料金もらわないんですよね。もう一切ないです。大多数の人が起業できてなかったらみんな悩んでるわけじゃないですか。はい、めっちゃズームの依頼来ません？めっちゃズームの依頼が来るってことはないですね。はい。返金率は何パーぐらいなんですか？業界平均が 20% くらい、クリーンオフで 20% っていうふうに言われていて、弊社に関しては45日間の返金保証で 14% っていうのが低いですね。で45日間乗り越えた後、めっちゃズーム依頼するイメージないですか？44万返ってこないってもう決まっちゃった後、相談したくなると思うんだけど、それが来ないのが不思議だなっていう。生徒は650人でした。はい。企業ってワードもあって、オフィサーは厳しい部分あると思うんですけど、お話しいただいたことと実態が違うことがあれば、言った方がいいかなと。本日スキームっていうような表現はされてたと思うんですけど、それは一切ないですね。そうですよね。多分粗利率が高くて、常に常勤でいる人は5、6人、運営とか。運営でも10人って形。10人で1人例えば30万としたら300万でしょ。1年間で4000万でしょ。2年で8000万。運営コスト2年で8000万で、650人かける40何万だと3億弱入ってる。3億弱入ってて、運営コストそれだけだから、それ以外の2億何千万かはどこに行っちゃった？そういう業界ってどうしてもオフィスがやっぱりバーチャルであったりとか、弁護士を立ててなかったりっていうようなことがあったりはするんで、内部でしっかりとサポートできるような体制を作っていこうっていうところで、経費で使わせていただけるという形です。利益出すのはいいことですよね。さっきの成功事例っていうのも言えば別に名前が書いてないから匿名だから、こんな人が出ましたって言っちゃえばいいだけだしね。講師の起業家としての実績はどんな感じなんですか？講師に関しましては、うちのカリキュラムを通じて、実際に収益を上げているような方もいれば、社長自身も個人事業とかでずっとウェブマーケットとかずっとやられてきた方ではあるので、サポートに入ってっていうような形で進めてまいります。講師はこれでしか稼いでない人もいるってことですか？別の仕事をしてっていうような別の仕事も自分で会社を経営していて、その片手間でこっちも教えているっていう形なんですか？そういう方もいればっていう感じです。他の方は大体みんなどんな感じなんですか？自分で別で副業で事業をやっているような方で、かつうちのことがやっぱり理念だったりとかビジョンっていうところに共感していただいてるっていうような。こっちからオファーしに行くのか、先生やりたいですって向こうから来るのか、どっちが多いんですか？僕に関しては後者ですね。最初の課題の方に立ち戻るんですけど、いわゆるパートナー提携先を増やしていきたいということだと思うんで、端的にここのメンバーとかがパートナーになってほしいとかっていうことが終わりかなと思うんですけど、具体的なそのパートナーさんに向けた条件面だとかいうところって具体的に教えていただけますか？提携っていうような形でさせていただきたいなっていうような形です。理想としましては、共同でコンテンツっていうところを弊社の生徒さん向けに一緒に作らせていただいてっていうような形で、レベニューシェアっていうような形で配分させていただきたいなと思っております。カリキュラムはさっき、ないというか、コンサルで、リンクが入っていくイメージだったんですけど、カリキュラムが別途あって、それの共同開発みたいなことですか？実際に弊社のカリキュラムがあってっていうような。カリキュラムはあるんですね、やっぱり。ああ、なるほど。テキストみたいなものがあるんですか？テキストとか動画とか。はい。個人に合わせるとこが強みって言ってたじゃないですか。そしたらここでじゃあ誰か講師やります。600人の個人に対してカリキュラム作るってことですか？カリキュラムがあって、その中でこの部分からやった方がいいよねっていう。なるほどね。そういうことね。カリキュラムがめちゃくちゃいっぱいあって、A さんはこれとこれとこれをやった方がいいよみたいなことを提案できるってことですね。あ、そうです。ってことは個人に向けて
個人特化というよりはカリキュラム数が多いってところが強みってことですね、じゃあ。カリキュラム数が多いっていうよりかは、一つのカリキュラムで柔軟にこう対応ができるっていうようなイメージ。カリキュラム系のその授業がストックされてあって、さらに別でコンサルみたいなこともしてるってことなんですよね。はい。講師の方は。個別指導塾みたいな簡単に言うと、そうですねでカリキュラム市販のものでもいいし、うちでもあるよみたいなことなんですかね、イメージとして。イメージとしては。はい。今はじゃあ SNS のカリキュラムないんですか？インスタグラムに関しては。どんなカリキュラムなんですか？うちでもうある程度企画っていうところで、じゃあビジネスこういう方向性でいきますっていうものが決まっているものを踏まえた上で、じゃあどうやってインスタグラムを運用していくかっていうものっていうのがカリキュラムとしてストックされてるんですか？そうですね、こう。でもそれって、その授業によって全然戦い方違うじゃないですか。みんなに当てはまるようなカリキュラムとかって多分存在しないような気がするんですけど、どうやって対応してるんですか？インスタグラムは一個の手段ではあるので、その人に合った、X だったら X だったりとか、ブログであったりはブログだったりとか、集客手段に関しては結構その人に合わせたような形で提案してるようななる形です。ほどね、はい。今日ちょっといろいろ言い過ぎちゃってごめんね。あ、いえ。でもなんかそういうやっぱりこれから出会う生徒さんとかその友達兄弟親とか多分僕みたいな意見を持って接してくるんで、はい。もうちょっとそういう目線から怪しまれないような情報開示とか立て付けをした方がいいと思うし、はい。上場するなんていうのもいいかもしれないけどね。じゃあお話します。はい。僕たくさん今まで上場案件やったんで、僕が半永久的にあなたの会社の上場に向けた教育コンサル支援をしますので2億円ください上場したらもっとドカンと入るんでお願いします。めっちゃ面白いな、それ。めちゃくちゃ本気でやるんで。上場するためのコンサルティング費用2億。山本の意図とは？この後アフタートークで明らかに。元オファーです。スクール授業をやるべきじゃないなって思う考え方だなと思って、そもそもリスクゼロって言って脱退8割とかっていうのが、そういう広告の仕方をする人はあんまりスクール授業はやらない方がいいんじゃないのかなって僕は思ってます。ノットオファーです。スクール授業、さっき言ったその e ラーニングとかいうその市場が、そもそもあってニーズもあるところはすごくいいなと思っていて、僕自身もカリキュラム作るとかマーケティングのなんですけどオリジナルでやっていたりはするんですが、御社のコアな部分カリキュラムと講師っていうところがあまりにもちょっと見えなかったっていうのが理由で、もし今後お話とかさせていただく中で見えてくるところがあればぜひご一緒したいなとは思ってますが、ちょっと今回に関してはノットオファーということで、僕も今、フォーさんが言ったのとほぼ一緒で、強みがちょっとよくわからなかったっていうところですね。他にどういう講師の方がいらっしゃるかも、ちょっとイメージ湧きづらかったんで、ノットオファーをいただいて。年間の法人設立の件数って何件くらいですか？平均で言うと7っていうような形になってます。もし提携先の税理士法人とかなければ、その設立された法人の顧問とかはお受けできて、紹介料をバックするとかはできるかなと思ったんですけど。オファーってことですねいや、ちょっと気になってます。どうしよう。オファーじゃないで。はい、ノットオファーで。それでは最終決断をお願いします。オファーは山本のみ。果たしてオファーを受けるのか？はい、ありがとうございます。今回のオファーに関してはちょっとお受けしかねるっていうような形でございます。申し訳ございません。いえいえとんでもない。すごく魅力的なオファーではあるっていうような形ではあるんですけれども、弊社の方向性としましては上場っていうところをそもそも目指していないっていうようなところもあったりとか、予算上やはりその2億円っていうのをバンと出せるような会社規模ではないので、受けれるもんなら受けさせていただきたいなと思ってたんですけれども、今回はこのような結果になりました。ちょっと納得いかないです。でもしょうがないですね。もうちょっと反論前半にしてほしかったですね。最初に僕予告したけど、何も疑念を抱かずどんどん入ってくる人が集まってくるんで、運営側もちょっと甘くなっちゃうんですよね。大丈夫かなっていう人の声に合わせて商品設計、サービス設計、法律面も全部整備すると、ちゃんとした事業者にどんどんレベルアップしていくと思うんで、そういう意味ではちょっと頑張ってほしいなと。で今のままだったら頑張らないでほしいなという感じです。ありがとうございます。
今回こういうようなお話になる可能性をあらかじめご説明してご理解いただいている部分はあるんですけども、事業自体には自信を持って言われるというので、最後になんか伝えたいこととかあれば。いろいろやっぱりこう怪しいだったりとか疑念だったりとか、そういった部分があるのはもう本当に皆さんからお声をいただいて、本当にそうだなっていうふうに思いましたし、この場でしっかりこうやっぱり拭い切るっていう部分に関してはやっぱもっと改善余地はあるなっていうふうに思ってます。そこに関しましてはもうやっぱり僕らの伸びしろだと思ってますし、ブレるつもりもないので、教育業っていうところに関してはしっかりこう誇りを持ってここからも邁進していければと思っております。いやすいません、ちょっと僕は変な一応年配者としてこういう指摘も必要かなと。僕はこれから半永久的に1年に1回彼らのホームページをチェックしてちゃんと動いてるかどうか確認して時までやってたら僕は謝りながらかなと思う、カリキュラムって最後なんか出てきたぜひ見たかったですけどね。見たかった。最後までよくイメージが湧きづらかった、もしあったら結構いろいろ印象も変わったかなとは。めっちゃいいカリキュラムかもしれないし、8年続いてますからね、少なくとも。そう法人はね、医法塾っていうテーマ自体は別に悪いことではないんで、いい方向に変わってほしいですよね。いい方向。でも何にもしないでただバイトしたり親のすねかじってる若者よりは、こういう人たちがたくましくてコンプライアンスとかコーポレートガバナンスとか覚えながら、社会性とかいろいろ覚えながら30歳ぐらいになるとめちゃくちゃいい実業家とかになっててもすると思うんで、ちょっと厳しめだったな俺な今日。さっきのオファーって上場したら2億もらえるっていうパターン。先に2億ください。先に2億で、なるほど。半永久的に上場できるようにサポート。なるほど。上場は確定ではないってことですね。だって今の企業もそうじゃないですか。一緒ですよね。返金保証全く同じことを言ったってことですね。じゃあ不透明があるから上場でも目指してちゃんと会計とか開示していけば、こういう怪しまれないよね、でも上場こいつらできないからじゃあサポートしようかなっていうので思いついた。なるほどなるほど。今回の商談についていかがでした？悔しいっていうのが一番大きくて、怪しいっていうような空気感で終始終わってしまって、弊社としてもやっぱりそこを拭いたいっていうような思いで臨ませていただいたっていうところで、消せきれなかったっていうのがやっぱすごい悔しいなということでございます。最後に言葉というかいただいたと思うんですけど、あれがもう伝えたい思い。オフィサーの皆さんがおっしゃる通りのことではありますし、やっぱそこはしっかりこう受け止めた上で安心して入っていただくっていうのが僕らとしてもすごい嬉しい形ではあるので、努力していく必要があるのかなと思っております。オフィサーの方々の印象とか印象に残っているコメントとか意見とかっていうところはどうですか？ポンジスキームっていうふうに言われたのは本当に僕らとしてはすごい悔しいことだし、そう思わせてしまったっていうところに関してはすごい僕の力不足を実感するっていうような形です。事業としてもやっぱまだまだ伸びしろがあるし、ブラッシュアップしていかないといけない部分なのかなっていうふうにはすごい感じましたし、会社に帰ってしっかりと体制を整え直して邁進していきたいなというふうに思っております。何か最後に伝えたいことはありますか？このような形にはなってしまったんですけれども、業界変えたいっていう思いに関してはもう全然ぶれることはなく、これからもウェブタスメディアスクールとして邁進していきたいと思っておりますので、どういうコメントをいただくかっていうところは想像できないんですけれども、僕らとしてはやることをやるだけっていうような形なので、今回のオフィサーのコメントとかそういう部分を踏まえた上で、しっかりと社内でも議論していこうと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。VTuber を店舗などに派遣するサービスです。 VTuber に多くの雇用機会を提供できるようにしたいので。稼いでますか？稼いでないです。躁うつなどの精神的な病気で自分で働くことができないみたいな VTuber としてだったら別の人格として働けるので。なるほど。すごい。体が不自由だったり育児中でリモートワークだったり、そういう人でもチャンスがあるってことだよね。全ての人に雇用を提供したいと思ってます。甲子園出れるのが1000人、事務所に入ってるアイドルが2000人、2万人はちょっと多すぎるよ。明確な弱みってワンチャンが期待しにくい、だってデジタルだから。接客の代替になってるんですか？それってコストよりかかってるわけじゃないですか。集客できないんだったら意味ないんじゃないかなって。逆オファーの依頼ができます。OK であれば取引成立。山本社長にコストとかも全部開示するので一緒に作っていただいて。